今日の進路の授業はある物語を皆さんに紹介したいと思います。その昔、ヨーロッパのある町の建築現場で働く3人のレンガ職人がいました。そのレンガ職人たちに何をしているんですかと尋ねたところ、最初の男性は、見ればわかるだろ、レンガを積んでいるんだよ。親方に言われているからやっているけど、暑くて大変だからもういい加減コリゴリだよと答えました。また2人目の男性は、レンガを積んで壁を作っているんだ。この仕事は大変だけどいい稼ぎになるからやっているのさと答えました。そして3人目の男性にも同じ質問をしたところ、その男性は笑顔で、レンガを積んで後世に残る大聖堂を作っているんだ。こんな仕事につけてとても光栄だよと答えてくれました。さて、皆さんはこの物語からどんなことを感じましたか？佐々木くん、聞いてみてどう思った？3人とも同じような仕事をしているはずなのに答えが違うのが不思議です。いい視点だね。じゃあ伊藤さん、どうして3人それぞれから違う答えが返ってきたと思う？そうですね。うまく言えないんですけど、働く目的が3人とも違うのかなって思いました。伊藤さん、とってもいい視点だ。さて、今日はみんなと何のために働くのかということを一緒に考えたいと思う。まずはみんなに考えてもらいたいから、今から班に分かれて何のために働くかについてみんなで意見を出し合ってください。15分したらそれぞれの班でどんなことを話し合ったか発表してもらいます。何のために働くのかって言われてもな。やっぱりさ、お金を稼ぐのが一番の目的じゃない？お金ないと生活できないし、好きなものも買えないし。俺アルバイトしてるけど、親がお小遣いあんましくれないからアルバイト代で好きなもの買ってるよ。へえ、そうなんだ。確かに生活のためにお金が必要だから仕事をするっていうのは大事な目的だよね。でもそれだけじゃないような気がする。さっきの物語の3人目の人は、こんな仕事につけてとても光栄だって答えたじゃん。それってお金を稼ぎたいからっていうよりも、その仕事に誇りを持ってやってる感じだし、きっとその仕事が本当に好きなんだろうなって思った。好きだからやっているっていうのも目的になるよね。それでは3班の皆さん、どんなことを話し合ったか教えてください。はい、私たちの班では他の班からも出たように、生活するためにお金が必要だから働くっていう意見と、好きだからその仕事をするっていう意見が出ました。ふむふむ、生活のためというのは皆さんイメージがしやすいようですね。あとはその仕事が好きだからということも目的になりますよね。では次に4班の皆さん、お願いします。私たちの班では、誰かの役に立ちたいから働くっていう意見と、あとはいろんな経験をしたいからっていう意見も出ました。ハクさん、ありがとうございます。誰かの役に立ちたいっていうことも大きな目的の一つですね。それに仕事を通じていろんな経験がしたいというのも興味深いです。さて、いろいろな意見が出てきましたね。ここで質問ですが、これらの意見の中で間違っているなというものはありますか？先生、私は間違っているものはないと思います。なんていうか、全部正解なのかなって思います。伊藤さん、ありがとう。先生もまさにそのことを皆さんに伝えたかったんです。人それぞれ働く目的は異なっていていいし、目的を一つに絞る必要もありません。それに状況が変われば働く目的が変わる可能性だってあります。
先生がこの仕事を始めた頃はもちろん生活費を稼ぐためということもありましたが、昔から先生という仕事に憧れていたので、好きだからこの仕事をしているというのが一番の理由でした。でも今はそれだけじゃない。みんなが日々変化して成長していく様子を見届けることにやりがいや使命感を感じています。あと、先ほどのレンガ職人の物語から伝えたかったのは、自分の仕事をどのように捉えるかによって仕事に対する向き合い方が変わってくるということです。一人目のレンガ職人は親方から命令されていやいややっていたし、二人目はお金のために仕事をしていた。一方で三人目の人は仕事に対して使命感ややりがいを持っていた。このように仕事に対しての捉え方が異なると、その後の結果、つまり3人の未来も異なってくると思いませんか？少なくともいやいや仕事をやっている人では、その仕事は長続きしない気がしますよね。皆さんがこれから仕事を探すときや仕事に就くとき、働く目的や仕事の捉え方について意識して考えてほしいなと思います。さて、今日の進路の授業はこの辺にしたいと思います。次は文化祭の準備の時間だから、時間になったら各自で準備を始めてください。